はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。年末までのね気をつけることっていう動画でなんとなくの流れをお話ししたので、今回はその中の10月末っていうことで10月の2週間後半2週間を見てみたいと思います。それからこのカペラノートをご予約いただいた皆さん本当にありがとうございます。こちらいつもねタロットを引く前に星の話少しさせていただいてるんですけど、1ヶ月ごとのねエネルギー解説を今回はたっぷりと入れています。でまた新月のエネルギーの説明や新月ワークも入っていますので、紙媒体で欲しいわという方はぜひ10月4日までにお申し込みご予約をお願いします。そして情報だけ欲しいよという方は PDF を楽しみにしててください。でこのノートとまた PDF の特典はそれぞれ分けていますので、ノートはこのスプレッドシート、タロットの置き方のスプレッドシートや星のキーワード集になります。で PDF の方は今考え中なので楽しみにしててください。ぜひ概要欄から詳細ご覧いただけると嬉しいです。では行きましょう。10月後半です。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。デビル、ペンタクスの7、バンド8、カップ3の逆、そして女教皇の逆、ラバーズの逆、鳳凰逆、気をつけることや対策がカップエースとペンタクスのキング逆と、オラクルは太陽です。そうですか。なるほど。10月はね17日が17日が、満月になります。でこの満月の時っていうのはやはりエネルギーが一番増幅しますしね、9月18日からの月食、そして10月3日の日食、そしてこの10月17日の満月っていうことでやっとここで完結するっていう感じがあるので、もし何かねとらわれている思いとか、もうドタバタしてましたみたいな感じの方いらっしゃったら落ち着くなって感じはします。これを17日をもって落ち着くなっていう感じはします。そしてそうですね、今この瞬間はもしかしたら乙女座の皆さん何かすごくこだわってることがあるかもしれませんね。ご家族のことなのか、なんかすごく気になってる、そのことばっかり考えちゃうとか、寝る前にそれこといつも思い出しちゃうとか、何かそういうことがあるのかなと思いますが、これ誰でもあります。調子悪い時とか疲れてる時なんか特にそうだし、なんとなく誰か怒ってる人が身近にいたらその人のエネルギー感じてなんかこっちも嫌な気持ちになるとかあると思うんですけど、そんな感じで何か少しねあまり心地よくないエネルギー、誰かの怒りとか妬みとかそういったものをちょっと感じているのかなっていう感じがしますので、ここは一つねちょっとクリアにしましょうっていう感じがします。その流れのままなんとかご利用ししていくっていうよりも、今なんかすごいモヤモヤした気持ちにとらわれてたみたいな、すごく自分らしさを失ってたみたいな感じでちょっと気づいて、ちょっともう気分転換みたいな感じにしてください。っていうのがそれが起きた出来事っていうのがなんか想定外にもちろん想定外だったっていう感じですよね。でご自身の中ではそれをなんとか感情的に収めて処理しようとしている、そういう人もいるかなとか、そういう時もあるかもねみたいな感じでなんとか収めようとしてるけど、何かがくすぶったまま自分の中にあるってことなので、ここは一つもうこだわってたんだとか、いや実は小さなことでこだわってる人って思われたくなかったけど実はすごくこだわってますみたいな感じでね、もう言っちゃうとか、信頼できるパートナーに聞いてもらうとかしてちょっとそのことと話したい感じがありますね。そして10月の23日以降になるとすごくコミュニケーション運が出てきます。そして10月の18日になるとホッとしてきます。17日過ぎたら急にホッとしてきます。なので18日に家の中でちょっとぼーっとするとか、なんかちょっとホッとしてもらって、23日以降はちょっとブラブラっとどこか出かけたりとか友達と喋ったりとかしてると気分はかなり変わると思います。そしてね、なんか全体を通して思うんですけど、すごく強いわけです。ダイヤルからバン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 って感じで。そして言われてるのは
乙女座の皆さんってご自身がどれだけ恵まれてるかをぜひ思い出してくださいっていう感じで言われてます。いろいろあると思います。もちろん細かいところは例えば今だったらちょうどお金のことを気にしていたりとか、お金もそのなんか収入に合わせてどうこうじゃないですよね。なかったらないでどうやっていつもなんでこんなにお金に困るんだろうと思うし、ある方はある方ですごい使ってしまってどうしようとか、逆に誰かにすごく利用されてどうしようとか、それぞれの状況の中でお金のことを気にしたりとかするわけですよね。だけれどもでもそもそもそうであったとしても、それだけお金に携われるっていうことが幸せじゃないですかっていうのもあるし、ご自身がこだわってることってそこにこだわることしか他にないぐらい他が幸せなんだっていうこともあるかもしれないですよね。もう本当に生命の危機とかあっちもこっちもみたいな感じで問題いっぱいあったら一つのことにこだわってられないけれども、実はその他のことって結構幸せっていうか結構満たされてるから、だからこそこれにすごくこだわってしまうんだ、このことばっか考えてしまうんだみたいな。でもその他のことってすごい幸せじゃないみたいな感じで思ってみてください。そしてこのちょっと雲がかかった感覚とか縛られた思考の感覚っていうのがなくなれば、ものすごくなんか本当に私なんかちょっとおかしかった今までってちょっと気が付くように、急に本当に目の前がパーッと明るくなるみたいな感じです。自分を取り戻すみたいな感じがありますので、そうなるようにご自身で持っていってくださいね。でもちろん、直感も使えます。直感も使えます。これは何か可能性っていうのは2つあって、どっちにしますかみたいな感じで迷ったりすることもあるけれども、その時に損得感情でどっちの方が得かなみたいな感じで選ぶというよりは、自分の深いところの感覚とつながってどちらの方が自分が心地いいだろうかっていうところで感じてみてください。そうするとご自身の直感はすぐ使えると思います。でこの先そうやって選ぶっていうことがなんかいくつかありそうで、ここでもラバーズの逆っていうのが出ていて、私から見るとですね、ラバーズっていうのは初めてのことでワクワクとか楽しいみたいな感じなんですけども、いかんせん経験がないので迷うみたいなのがあるんですね。どっちがいいかわからないみたいな、どっちでも大丈夫ですっていう感じがあり、どっちにしようかなって迷う、ここでもどの方法でいくか迷うってなるんですけど、その時にやはりどちらの方がより正確かなとか、より正しいかなとか、どっちの方がよりリスクがないかなみたいな感じで皆さん考えると思うんですけど、自分の中の信念に従ってくださいねっていう感じで言われています。自分の深い感覚につながり、今ある自分の環境の幸せってそうだよなって、本当に幸せだよなって思った時に、どうしていきたいって、それは本当に必要ですか、必要じゃないですか、こっちじゃなければその幸せは得られませんか、こっちでも得られますか、どっちでもいいわってなった時に、本当にどっちでもいいわっていうところでふっと湧いてきた方を選ぶとかね、なんかそういう感じです。なのですごく幸せなんだけど、何かの思いにとらわれてちょっと自分らしさっていうものを失ってるかもしれないけれども、すぐにそのベールっていうのは自分で外すことによって、いくらでも自分の中から湧いてくる喜びや、これまで自分がやってきたこと、培ってきたこと、統制してきたことっていうのを思い出せるし、なおかつ自分の世界っていうものをね、自分の光っていうものをちゃんと思い出せますよっていうふうに言われてる気がしました。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のことを見させてください。仕事、エンペラー、ストレングス、エンプレスということで、お仕事ってなったらものすごく乙女座さんのエネルギーをうまく活用できるみたいですね。やっぱりやるってなったらいろいろ考えてる暇ないっていうかね、やるってなったらそのことに集中もできるし、自分だったらこうするかなみたいなことも深く考えて、自分の持ってるものっていうものを底力っていうのも出せそうだし、それによって喜びも得られますねみたいな感じなので、今仕事するの良さそうですね、乙女座の皆さんね。もし自分がモヤモヤしてるとしたら、モヤモヤに負けじと仕事頑張るっていうふうにすると、すごくなんか取り戻してきた自分をっていうふうになるかもしれませんね。いいです。そして人間関係見させてください。
戦車、ソード9、カップ4ということで、そうですね、どうかな、ちょっと待ってくださいなるほど。ですね、ご自身の今のこのテリトリー、生活の中に、もちろん幸せなこともあるし嬉しいこともありますよね。その中でどうやって人と関わりますかって言った時に、こう積極的に関わっていく、すごい楽しいとか、すっごいこの人とつながりたいとかっていう思いがあんまりないって感じがしたんです。戦車が出てるから一瞬って思ったんですけど、そうする気はある、誘われたら行くつもりだみたいなのとか、本当にいい人とは全然つながりますよ、どんだけ忙しくても時間作ってつながりますよって思ってるんだけど、でも深いところではいやいやちょっともう関わりたくないんですよとかいやちょっともう一人でいたいんだとか、乱されたくないんだとか、もう無理に関わって気遣いたくないんだみたいな、そういった感じがあるんだなって思ったんです。なので建前はいつでも付き合うよみたいな感じなんだけど、内側では、ちょっとそっとしといてほしいっていうかね、そんなに積極的に関わりたいわけじゃないんだなって感じがしました。いいと思いますよ、それで。関わりたくない時は関わらなくていいし、なんとなく今こうね、金運がある時だし、お金のことに向き合う時でもあるし、23日以降っていうのは、コミュニケーションを活性してきますけど、頭使って仕事するの良さそうですね今ね。無理やり誰かと関わって気遣うというよりは、仕事をすることによって自分らしさを思い出し、何にこだわっていたのかっていうのをちょっとこう自分でそれをちょっとペリッとめくって切り離したら、どんどんと自分とつながり、他者に助けてもらうというよりも自分とつながって自分の中から答えが出て、自己完結するっていう感じがします。はい、最後にもう一枚いかせてください。プロスペリティ、豊かさというカードが出ました。いかがですか？このカードを見て何かしらね感じることがあれば、皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。アバンダンス、サクセスということで、ちゃんとこの道の中にいるんですよね。ちゃんとこの豊かさの中にいるんですよね、乙女座の皆さんね。それをぜひ思い出してください。これも応援してるっていう感じ。はい、ということで今回もありがとうございました。もし何かしら良かったよという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。失礼します。